蹴りの後半をやっていきます。ついにですね、極真空手の代表的な技である回し蹴りが出てきます。これはマスターしたいですよね。ただですね、回し蹴りは結構難しくて、正確に蹴ることができないと、皆さんの力を最大限に発揮することができません。なので、まずですね、パワーを得るために、正確に蹴れるような基礎ですね。基礎的な動きをマスターしていきましょう。それではやっていきましょう。では膝蹴りです。まず膝蹴りなんですけれども、足はこのまっすぐの状態ですね。この状態ですね。つま先がまっすぐの状態。このまま蹴ります。そして、蹴るときにこれ2種類あります。1つは、近くの相手を蹴るときは膝を下から上に上げますね。単純にね、この状態です。で、相手との距離があるときは少し前に出します。腰をですね。こういう状態ですね。こういう状態です。なので2種類使い分けるようにしてください。基本稽古の時も腰を前に出す。前に出す。きちんと腰を使います。上に上げる時も腰を使って前に出します。腰を使ってスピードと威力を上げるイメージをしながら蹴ることを想定してください。平行立ち、膝蹴り、はい、金的蹴りの解説をしていきます。金的蹴りも、膝蹴りと同じように、つま先は伸ばします。こういう状態ですね。はい、このままこういうふうに蹴ります。そして、膝蹴りと同じように、腰を前に出して蹴ります。で、2つ目はスナップを効かせます。腰とスナップの2つを使うことで威力が増します。腰とスナップの同時使いですね。特に抱えて蹴って抱えて戻す、前蹴りもそうでしたけれども、このスナップを使うために一回曲げて戻す、これを忘れないようにしてください。そして金的蹴りは相手の急所、金的を狙ってますので、高い位置ではなくて、ちゃんと金的の高さ、ちょっと低い位置を狙って足の方で蹴るっていうのをイメージしましょう。私は普段の稽古では子どもたちになんか悪い人に連れてかれそうになったら、金的をまず蹴って大声を出して逃げろっていうふうに伝えています。はい、護身術としてもとても使えますので、練習してみてください。金的蹴り、後ろ蹴上げは真後ろにいる相手の顎を狙って蹴ります。ですので、かかとが横に向かないように、ちゃんと真後ろに向くようにですね、足がこの縦の状態になるように蹴ってください。やっぱり慣れていないとどうしても横になる人が多いので、必ず真後ろの人のかかとが相手の顎に当たるように蹴ってみましょう。そして、もう一つのポイントは体を開かないようにしてほしいです。上半身ですね。例えば蹴るときにこういうふうに蹴るんですね。結構多いです。で、こうなるとちょっと何蹴りに見えますか、ね、横蹴りみたいに見えると思います、ね。
これは後ろ蹴上げなので横蹴りと違いますよ。体はもうまっすぐ正面に向けたまま足をまっすぐ上げます、ね、これを意識してください。そして、状態はですね前後にこう下がったり上がったりするのは多少はいいです、ね、足が上がらないのでこうまっすぐから上半身斜めにしても大丈夫です。もちろんまっすぐで蹴れたらいいですけども、こういうふうに蹴るのも OK です。ただ左右にぶれないように気をつけてください。そしてもう一つは、よく皆さん初心者の人が蹴るときに陥りやすいのが後ろを蹴ってるつもりで外側を蹴ってる人が多いです。ちょっとやってみてください、ぜひ。ここに目標を置いてまっすぐ蹴りましょう、ね、どうしても皆さん無意識にこっち蹴ってますね、斜め45度後ろを蹴る人が多いので必ずその真後ろを狙って蹴るようにしてください。後ろ蹴上げ、後ろ蹴りは後ろ蹴上げと似たようなところがあるんですがそれも復習だと思って同じように説明していきます。まず後ろ蹴りと後ろ蹴上げの違いなんですけれども、後ろ蹴りは抱えて蹴って抱えて戻します。相手のお腹を蹴っていると思ってください。そして直線の動きです、ね、抱えてまっすぐ蹴ります。後ろ蹴上げはどちらか抱えませんので下から蹴り上げる円の動きだと思ってください。こういうことですね、後ろ蹴りは抱えてまっすぐ蹴ります、ちょっと似ているようで体の動きが違いますよね。ここがきちんと差別化できるように注意して練習してみてください。そしてこれは後ろ蹴上げと同じですけれども体は開かないですね。こうやって体がこっちに向かない横に向かないようにちゃんと正面に向けたまま蹴ります。あと初心者さんでよくあるのが蹴った後に蹴ったなる人が多いのでちょっと蹴っても音が出ないように、ね、ちょっと平行立ちに戻りましょう。これすべての蹴りに見えます、ね、よくねこのバン蹴ったと思って蹴った後をおろそかにする人が多いんですけれども、やっぱり空手は格闘技の側面として相手を攻撃した後に自分も攻撃されるということを想定してますので、きちんと蹴った後に戦いのホームに戻るというのを意識してください。あとはそうですね、これも、後ろ蹴上げと同様に真後ろを蹴ってると思っていて実は、斜めを蹴ってる人が多いのできちんと、後ろを蹴れるように今危なかったんですけど後ろを蹴れるようにねこっちにせい斜めを蹴らないように注意してください。後ろ蹴り、横膝上げの解説をしていきます。横膝上げはもともとの基本体型にはありません。浜井派、極真会館浜井派の会長が、回し蹴りを蹴るまでに必要だということで横膝上げを追加しました。では説明していきます。まず横膝上げは、体の真横に、足を上げます。こうですね。こういう状態です。イメージするとここに壁があってそこから前に膝を出さない、そういうイメージです。
こういう状態ですね。こう前に出さない。真横に上げます。そして2つ目のポイントは、膝と足を、同じ高さにすることです。理想は、帯の高さにしてください。こういう状態ですね。よくありがちなのがこうなったり、あとはこうやって膝蹴りみたいになったりすることです。これは避けましょう。低くてもいいので、まずこう同じ平行、足と膝が平行になるように意識してください。そしてこれができるようになると、回し蹴りを蹴るときにちゃんと横からね、横に上げて軸足を回すだけで足が前に来ます、ね、足を横にして軸足を前に回すだけで相手を蹴れますので、まずは横に上げること、決して前に上げないように、これを意識してやってみてください。押す、横膝上げ、回し蹴りは極真の試合で最もよく使われる技です。ただ同時に、正確に蹴るまでに時間がかかる技でもあります。解説していきましょう。先ほど、横膝上げをやりましたが、ね、こうですね。はい、横に上げて軸足を回します。この時に軸足はかかとが前、ね、蹴る相手の方に向くように回してください。そうですね。ここを上げてこうやって回します。でここで注意したいのは、よく初心者の方がやるのはですね、軸足を回さないでなんとかこっちの足だけで蹴ろうとするんです。こうやったりね。そうすると、回し蹴りは平行にこう蹴りますから、ね、横から持ってきて相手の胴体に平行に蹴りますから、軸足回さないで蹴ると、こうやったり、ね、こうやったりして、どうしても足が上に行ってしまうんですよね。正しく当たらなくなりますので、必ず軸足を回します。あとはですね、何回やってもなかなか回し蹴りが上手にならないよっていう人は、おそらくこっちの蹴り足を蹴り足に集中してるんだと思います、ね。やっぱり蹴り足はですね上がるので派手じゃないですか、ね。こっちの方が派手だし目立つので、皆さんこっちの足で何とかしようって思うんですけど、実は一番大事なのはこっちの軸足です。これは回し蹴りだけではなくて、他の蹴りでも軸足がとても重要になりますので、苦手だな、回し蹴り苦手だなっていう人は、こっちの足をですね、こうやって回す練習をまずしてください。低くていいです、こっちは。こうやって。鏡見ながらこうやって。で、こう。で、少しずつその足を高く上げていく。稀にですね、女性とか関節が柔らかい人は、こっち回さなくても、こうやって、蹴れたりするんですよ。私ちょっと関節柔らかい方なので、こっち動かなくてもある程度こうやって蹴れちゃうんですけど、ほとんどの人、もう 80%、90% の人はやっぱり関節なかなかそこまで動かないと思うので、やっぱりこっちを必ず回すようにね。これを意識しながらやってみてください。回し蹴り。